はい、皆さんこんにちは。X ヨッシーです。いつもご覧いただきまして誠にありがとうございます。はい、もう引き続きね、マンボウとかなんかでね、八方塞がりですんでね、外も出てきたいんですけどもね、他府県も行けないということは続いておりまして、過去の動画をね、ちょっとシンクロさせながらちょっと失礼させていただきます。それはお許しください。お詫び申し上げておきます。はい。で、今日はね、何を話しようかなって思ったんですけどね、皆さん夢見ますよね。もちろん言うと思うんですよ。で、その夢がね、いい夢であったり、悪い夢であったりとか、不思議な夢であったりとすると思うんですけども、今回はね、不思議な夢って言いますか、前不思議なことをね、経験したことは何度かご案内したと思いますけども、ちょっと霊感があるんかなって人に言われるんですけどね、よく不思議なことを感じて、こうなるんですよ。で、今日は夢の話をちょっとさせていただきたいと思います。よろしくお付き合いのほどお願いいたします。はい、夢ね、こういう夢だったんです。ちょっとプライベートなこと、私のプライベートなことになりますけども、うちの家内のお父さんがですね、幼少の頃、早くして亡くしてるんですよ。で、その時に亡くしてるんで、病気で亡くして、急に急死したんですね。で、そのお父さんにはお姉さんがいてて、うちの家内から言ったらおばあなのかな、お姉さんがいてて、で、そのお姉さんは独身で、若い時は羽振りが良かったんですけども、年の時とやっぱりいろんなことできなくなるということで、で、お父さんがね、かなりそのお姉さんのことを気にかけておったんですよ。で、幼少の頃から、お父さんは、お姉さんにかなり育ててられたというようなところもありまして、非常に恩義を感じていた。で、そのお姉さんが、年を取ると、もう自分はもうね、お姉さんと一緒に暮らすと。お父さんにはその、奥さんっていうかね、いてるわけなんだけども、それでもね、3人で暮らすというふうに公言してはったんですよ。だけど、自分が急死で、心臓の発作だったかな、で、亡くなっちゃって、もうその思いもね、遂げられずにね、亡くなったね。非常にそれはかなり思ってたとはいうことらしいんですよ。うちの家内によりますと。はい。でですね、亡くなって、その、お姉さんというのは私も会ったことあって、非常に面白い人で、カツカツなね、年取って、その頃はもう75以上過ぎてたと思うんですよね。カツカツな人で、ちょっと横持ちのことを喋ったりとかしてね、洒落たおばちゃんだなって言って、ね、好感度抜群だったんですよ。で、2度があったんかな。で、それからしばらくご無沙汰になりまして、である日ね、家内の方にポロッと言うたんですよ。そういえばね、ふみさんのおばさんって、そのふみさんって言うんですね。ふみちゃん、ふみさんっていう名前なんですね。ふみさんのおばさんどうしてるのって言うたんですよ。そうすると、だからもうやっぱ年で、近所の友達がね、面倒を見て一緒に見ててね。で、アパートで一人暮らしなんよ。私もどうしてるのかわからないけどね、ちょっと気になって、なんて言ってたんです。で、それだったらね、今度ね、おばあさんのとこ一緒に行ってあげようかとか言うてたんですよ。その一人でね、寂しいからっていうことだって思ってたんですね。はい。で、そうしたうちにね、しばらくそれは時間経ったんですよ。で、ある日ね、こういう夢見たんです。寝て、夢の中でね、木の階段を登ってるんですね、自分がね、トン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 と登ってる。ほんでね、その時言うな時なんでこんなこと言ってるんかなと思ってたんですよ。階段の登ってて。ふっと見たらね、なんかアパートみたいなんですよ。そのアパートっていろいろあるでしょ。近代的なアパートあればマンションみたいなのもあったりするし、公団みたいなとこあったりするし、けども、それ見たところは、ちょうど学生の一人住まいみたいな、言い方悪いけど、ちょっと汚いアパートあるじゃないですか。共同生活してるようなね。で、扉がさ、一枚扉だけで出入りしてて、左右にそれがあって、で、ずっと、奥の方に行ったらなんか洗面所があるというようなね、そういうとこなんかな。なんですよ。その扉のあるところのとこ、通路のとこずっと立ってて、あれここどこかな、なんか友達の寮かなんかに来たんかな、夢の中でとか、ほんな思ってるんですよね。はい。で、ずーっと扉のところとずーっとこう見てて、ずっと中入っていったら、ふっと見たら左に洗面所、あるんですよ。洗面所って共同のね、
口ゆすいたりとか顔洗ったりするところですね、蛇口がたくさんついてるところ、タイル張りになってた。その時はタイル張りだったんですよ。こんなところ、これどういうところなかったな、変な夢だなと言いな、おにょおにょおにょって言ってて、目覚めたんですよ。で、そのことはね、その家内にも言わなかったんです。で、言わなかったかな、こんな変な夢見て、なんか、うろうろしてた夢見たぐらいは言うたんかもわかりません。でその時印象なかったね。しばらくして、また、何ヶ月か経ったんかな、しばらく経ってから、そういえば、ふみさんのおばさんのとこ行くの、もうすぐ誕生日かなとか言ってたから、じゃあ一緒に行ってみようかって言うたんですよ。で、それが実現しまして、家内と一緒に、そのふみさんのところのね、アパートと思われるところ、それは家内はあそこのところ辺におばちゃんのアパートがあるからって知ってたからね、で一緒に行って、花束持って行って、あとなんかお菓子かなんか、買って行って一緒にね、食べようかとか言ってあげたんで、一緒に行ったんですよ。でね、そのアパートこう行って、靴を履き替えたかな、履き替えたと思いますわ。開けてふっと見た時にね、なんか夢の中にね、あったような光景がね、まざまとそこの時蘇ったんですよ。で、上ふっと見たら木の階段がずっとあって、で、ちょっとその時にね、っていうふうな気になりまして、ここ夢で見た階段やんっていうふうにことをふっと思い出して、で、トン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 と上上がって、二人に上がっていったんだよ。で、ふっと見たらね、その夢の中のね、光景がね、出てるんですよ。不思議なことに。木の扉がずっとこうあって、奥まであってね。で、それが左右があって、ほんでずっと、ふみさんのおばさんのところは二つ目かなんかの扉だったと思うんですよね。で、ちょっと気になって、奥の方まで行ったんですよ。でふっと見たらね、その洗面所があんの。タイル張りであって、目あって、蛇口があって、って、その時にね、思わずね、うちの家内に言って、おい、ここのとこにこれな、これ見たよ。で、この夢の中でこれが出てきたんで、本当にって信じてって言うたら、って、そうなのって言って、いや、こうあってね、ここのとこに、おばさんのとこに挨拶する前に、こうあってね、扉があってね、ほんで階段がこう、木の階段だろうって、これがあって、行ったんだ。ほんで行って、で、洗面所があるっていうのはこれ克明に覚えてて、それ見たんだよって言ったら、と、それはまた面白い夢ねーなんて言うて、うちの家内がね、驚いてたんです。で、まあ、それは夢のことをおばさんに言わなくて、おばさんよかったねって、元気にしてるって言って、で、二人で来たら、おばさんも、いや、よく来てくれはったね、私みたいな、年寄りにね、一人ね、暮らしてて、よう来てくれたなって言ってね、なんか本当にうるうるっとしてね、喜んでくれはったんですよ。で、家内とね、やっぱりお父さんが亡くなってて、ふみさんのおばさんのこと出てきたんで、ふっと思ったんですよ。で、あれだからね、おばさんの誕生日だから、ちょっとね、これ、花とかなんかで一緒にね、食べて、言うて、楽しく過ごしたんですよね。はい。で、よかったね。後からね、家内とね、言っといてよかったねって。でも夢のことはね、本当にね、俺信じられんかったけどね、あれ本当だよ。本当に信じてってね、家内の方にね、決してストーリーメイキングがないっていうことをね、もう懇願してね、言うてたんですよ。分かったよ。分かった。お父さん言ってること、そういうこともあるよね。昔も不思議なこともあったようやったからね。それきっと霊感強いから、そうなんだよね。なんて言うてたの。はい。でね、その後ね、言ってあげてよかったね、よかったんですけども、それ言ってからですね、しばらくしたらね、そのふみさんが、病気でね、本当に具合悪くなったんですよ。で、今度、来た時にね、うちの家内が、ふみさんのおばさん、あるA 病院にね、入院してるって言って、って、それって前行ってからそんなに経ってないよな、なんて言うて。で、病院で気になるからね、じゃあ、お見舞い行ってあげようかって、また行ったんですよ、二人で。はい。だからね、すごくね、また喜んでくれてね、おばあちゃんが喜んでくれて、いや、よう来てくれたね、この前も来てくれたのに、なんて、いいご夫婦やなーって、なんてね、そういうふうにね、褒められて、ちょっと、タジタジしてね、言うだって。だけど、おばさん元気になって、また、ね、一緒にまたご飯一緒に食べるようになったらいいのねって、またなったら食べようねって言うて。んで、
元気でねって言って帰ってきたんです。はい。ところが、そのおばさんもですね、しばらく経ってから、また病気がなかなか良くならなくて、いわゆるまあ、こういう言い方したら、悪いんですけども、片道切符の施設の方にね、転院されちゃったんですよ。はい。で、転院してからですね、もののそうですね、1ヶ月ぐらいかな。で、急にね、ふみさんのおばさんが亡くなったよって言って、その家内のお母さんの方から連絡があって、って、この前行って、お見舞い行ってあげたのになあって言うて、あれから元気にしてるって言ってて、そうなって、施設に、その時施設がその片道切符で知らなかったからね、元気にしてると思ったのになあって言って、ちょっとね、唖然としたんですよ。で、家内と、でもさ、考えたらね、やっぱりお父さんがすごく気になってたことだから、お姉さんのことね、気になってただから、やはりもうそれで最後、二人で行って面倒見てやっていうか、それぐらいね、ささやかながらもそういうことをね、こうしてやってっていうのを、まあ私を通じて、家内がね、連携して、それでね、実現したんかなと思うんですよ。ですから、ひょっとしたらですね、まあ、お父さんなんかまあ天界の人だから、そのおばさんの命がですね、その長くないということも分かってたんかもわからないですね。だから、うちの僕とか、それから家内ね、に言って、まあ、家内はね、お父さんに早く死なれちゃったわけだけども、かなり可愛がってもらってたんですよ、兄弟の中で。で、だから、家内にね、ちょっと行ってくれへんかというふうなね、うちの彼のお父さんがうちの家内に、ね、頼んだんかなっていうふうにね思うんですよ。でまあ家内は私ほど霊感がないということだからもうないんですよ。ですからね、私に頼んで行ってあげて、でいい思いさせて天にね召されるようにしてあげてって、そういうふうなねメッセージだったんかなというふうに今でも思うんですよ。はい。まあちょっと長々なりましたけどね、これ本当にストーリーメイキングでも何でもなくて、私は本当に考えて今でも時々それを家内と話するんですね。そういうことだと、不思議なことだったんですよ。はい。ではまた、次の回でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。